ちは。ようこそ大人の童話シアターへ。本日もお越しいただきありがとうございます。当シアターの支配人ルイと申します。当シアターでは童話、児童文学を中心に世界中の名作や時代を超えて愛される作品を厳選してお届けしております。かつて子供だった私たちが懐かしい物語に再び心をときめかせたり、心に響くまだ見ぬ物語と出会ったりする、そんな豊かな時間をお届けする場所です。大人になった今だからこそ感じられる物語に秘められた言葉の深みや感情の彩りをどうぞゆっくりとご堪能ください。それでは本日も一つの物語をご一緒に味わってまいりましょう。今回ご紹介するのは宮沢賢治による珠玉の物語、銀河鉄道の夜です。この作品は多くの言語に翻訳されており、世界中の読者に深く愛されています。時代を超えて読み継がれている日本文学を代表する不朽の名作です。一見すると手に取りやすいボリュームかもしれません。しかしそこに込められたメッセージの深さ、豊かさは計り知れません。本日はこの物語のエッセンスを約15分で紐解いていきましょう。この一冊は私たちが日々の生活の中で忘れかけている本当の幸いとは何かを静かに、そして深く問いかけてくるでしょう。1985年には杉義三郎監督によってアニメ映画化もされました。多くの人々に多様な感動を与え続けている本当に特別な作品です。それでは物語の世界へ深く潜る前に、この素晴らしい作品を生み出した宮沢賢治と作品が書かれた時代について深く、そして鮮やかに触れてまいりましょう。まるで私たちがその時代に降り立ち、作者の隣で息遣いを感じられるように。作者である宮沢賢治は1896年に岩手県花巻の裕福な質屋に生を受けました。しかし彼は貧しい農民から質草を取る家業に生涯を通じて深い葛藤を抱きます。その優しすぎる心は常に弱き者、貧しき者と共にありました。彼は科学と宗教という2つの大きな翼を持っていました。盛岡高等農林学校では地質学や天文学を学び、宇宙の成り立ちに思いを馳せます。その一方で深く法華経に帰依し、宇宙全体への奉仕という思想を深めました。科学者の冷徹な目と愚道者の熱い心が彼の中で共存していたのです。そんな賢治の人生を決定的に変えたのが1922年に訪れた最愛の妹トシの死でした。結核のためわずか24歳でこの世を去った最高の理解者でした。彼はトシを精神的な双子と呼び、その計り知れない喪失感は永訣の朝という慟哭の歌となって私たちの胸を打ちます。この深い悲しみと妹の魂の救済への祈りこそが本作の創作の原点なのです。主人公ジョバンニを賢治自身、親友カムパネルラを妹トシの魂の姿と重ねる研究者も少なくありません。賢治は自らの理想郷をイーハトーブと名付け、農業と芸術の融合を夢見ます。しかしその理想は冷たい凶作の現実の前に何度も打ち砕かれました。生前彼の作品はほとんど評価されず無名のままだったのです。そして1933年、賢治は37歳の若さで静かに生涯の幕を閉じました。銀河鉄道の夜は彼の死の翌年に未完の草稿として発見され世に出たのです。この物語の執筆が始まった1924年頃、日本は激動の時代を生きていました。大正デモクラシーの自由な気風が都市の文化を華やかに彩ります。都市では洋装や洋食といった西洋文化が花開き、街にはモダンガールが闊歩しました。カフェからはジャズが流れ、活動写真に人々は熱狂しました。しかしその光の裏側で農村は深刻な貧困にあえぎ、社会の格差は広がっていました。そして1923年には未曾有の被害をもたらした関東大震災が発生します。華やかな文化の輝きと社会が抱える歪み、希望と不安が混在する時代でした。その頃科学技術の発展で鉄道網は日本中に張り巡らされていきました。
天文学の進歩によって宇宙への関心が人々の間で急速に高まっていった空気、そうした時代の息吹が幻想的な銀河鉄道の旅という着想につながったのかもしれません。このような作者の人生の深みと作品が生まれた時代の生々しい鼓動を知ること、そうすることで物語に込められた幾重ものメッセージがより一層私たちの魂の奥深くに響いてくるのではないでしょうか。著者の人生や時代の空気を感じていただいたところで、いよいよ銀河鉄道の夜の物語の核心に触れていきましょう。この物語が私たちを誘うのは、孤独を抱えた一人の少年が親友と共に星々を巡る美しくも切ない夜の旅路です。その旅の果てに知る本当の幸いの意味は、私たちの胸を強く揺さぶります。それでは主人公ジョバンニが私たちに語りかける声に耳を傾ける時間といたしましょう。序章、星祭りの夜、孤独という名の影帽子。その日の午後の授業、先生は問いかけた。このぼんやりと白いものが本当は何かご承知ですか。ジョバンニは答えを知っていたが、自信のなさから手を挙げられずにいた。先生に指名され立ち上がったものの口ごもっていると、前の席のザネリが振り返りくすりと笑う。その時みんなの前で元気に手を挙げていたカムパネルラもジョバンニを気遣うようにわざと答えず黙り込んでしまった。痛ましい沈黙がジョバンニの劣等感と孤独を一層深くした。ケンタウル祭のにぎわいが近づく町の片隅で、少年は北の海へ漁に出ているのかもしれない父の帰りを待ち、病床の母を気遣っていた。放課後、彼は小さな活版所で泡粒のような活字を拾い、稼いだわずかな銀貨で母のためのパンと角砂糖を買う。牛乳屋へ夜も用を足せず、再び旧友たちと出くわした。カラスウリの明かりを手に川へ向かう同級生たちの中心にはカムパネルラの姿があった。再びあざけりの言葉を浴びせられたジョバンニは湧き立つ寂しさを振り払うように、たった一人街の明かりが見下せる牧場の後ろの黒い丘へと駆け上がっていくのだった。第一章、天気林の柱より銀河ステーションへ。丘の頂でジョバンニは冷たい草の上に身を横たえ、満天の星空を見上げた。眼下には宝石を散りばめたような街の夜景が広がる。彼は天の川を見つめていると、不思議なことに眼前に立つ天気林の柱が蛍のように明滅を始め、やがてくっきりとした三角標の形へと姿を変えた。銀河ステーション、銀河ステーション。どこからともなく響くその声に導かれるように、ジョバンニの世界は一変する。目を開くと彼は小さな列車の青いビロードを張った腰掛けに座っていた。ごとごとと心地よい振動を伝えながら、列車はきらびやかな天の野原を走り続けている。そしてすぐ前の席には少し顔色が悪く、どこか苦しそうな表情を浮かべたカムパネルラが座っていたのだ。二人は言葉を交わす。まるでこの旅がずっと前から約束されていたかのように。林道の花が咲き乱れる銀河の岸辺を二人の少年を乗せた小さな列車はどこまでもどこまでもと走っていくのであった。第2章、北十字と銀河の旅人たち。カムパネルラが広げた黒曜石の地図には、停車場や三角標が青や橙、緑の宝石のような光で散りばめられていた。やがて列車が進むと、きらびやかな銀河の川床の真ん中に凍てついた雲でいられたような白い十字架が浮かび上がった。北十字である。車内の旅人たちは皆静かに立ち上がり、ハルレヤ、ハルレヤと祈りの声を上げる。ジョバンニとカムパネルラも思わず立ち尽くし、その荘厳な光景に見入った。白鳥の停車場で降り立った2人は、プリオシン海岸で巨大な獣の化石を発掘する大学士に出会う。再び列車に乗り込むと、今度は鶴やサギを捕らえては押し場のようにし、狩りをチョコレート菓子のように分け与えるという不思議な鳥が同席する。奇妙な出会いが続く中、
サファイアとトパーズの玉が回るアルビレオの観測所を過ぎ、車掌が検察にやってきた。カムパネルラがネズミ色の切符を見せる一方、ジョバンニがポケットから見つけたのは不思議な模様が印刷された緑色の紙だった。それを見たトリトリは息を飲む。こいつはもう本当の天井へさえ行ける切符だ。どこでも勝手に歩ける通行券です。ジョバンニ自身にもそれが何なのかは分からなかった。第3章、サウザンクロスへの道。本当の幸いのありか。やがて車内にびしょ濡れになった幼い兄弟と彼らに付き添う黒い服の青年が現れる。彼らは氷山に衝突して沈んだ客船の乗客だった。青年は静かに語る。救命ボートは満員で、彼は目前の小さな子供たちを押しのけてまで自身の教え子を乗せることはできず、神の御心に委ねて兄弟を強く抱きしめながら渦の中へ沈んでいったのだと。車内が静まり返る中、灯台看守がどこからか黄金と紅に彩られた見事なリンゴを取り出し、みんなに勧める。その不思議なリンゴの皮は向くそばからくるくると光りながら蒸発して消えていく。灯台看守は静かにつぶやく。何が幸せかわからないです。車窓の外では公平の葉っぱが水中を上げ、銀色の魚たちが空に舞う光景も見えた。やがて列車がさらに進むと、対岸の野原にルビーよりも赤く燃え盛る火が見えた。サソリの火だは兄弟の姉が父から聞いたという物語を語り始める。それはイタチに食べられそうになったサソリが己の罪を悔い、誠のみんなの幸いのために私の体をお使いくださいと神に祈ったところ、その実が美しい炎となって今も夜の闇を照らし続けているという話だった。やがて列車は天井への入り口であるサウザンクロスに到着し、青年と兄弟は光り輝く十字架のもとへと静かに去っていった。第4章、石炭袋の闇。永遠の約束と喪失。再び二人きりになった車内でジョバンニはカムパネルラに固く誓う。僕はもうあのサソリのように本当にみんなの幸いのためならば、僕の体なんか100遍焼いても構わない。カムパネルラもまた涙を浮かべて静かにうなずくのだった。けれども本当の幸いは一体何だろう。その答えを見つけられぬまま列車は進む。ジョバンニが決意を語ったその時、カムパネルラは天の川にぽっかりと開いた巨大な黒い穴、石炭袋を指さした。その底知れぬ闇を前にジョバンニは、僕もうあんな大きな暗闇の中だって怖くないと宣言する。その決意に応えるようにカムパネルラは突然遠い野原を指さして叫んだ。あそこにいるの僕のお母さんだよ。ジョバンニが僕たち一緒に行こうねと呼びかけ振り返った。しかしそこにもうカムパネルラの姿はなかった。青いビロードの座席がただ静かに光を弾いているだけだった。終章。天の川は地上の川へ。それでも僕は歩き出す。はっとジョバンニは目を開いた。彼は元の丘の草の上に眠っていたのだ。頬には冷たい涙の跡が残り、胸はまだ熱くほてっていた。夢だったのか。彼は病気の母が待っていることを思い出し、一目散に丘を駆け下りた。途中、先ほどの牛乳屋に再び立ち寄ると、主人は柵を開けていた不注意を詫び、温かい牛乳瓶を手渡してくれた。その瓶を抱えて町の十字路へ出ると、大勢の人が橋の方を向いてささやき合っている。嫌な予感が胸をよぎり、ジョバンニは夢中で橋へと走った。そこで彼は旧友から残酷な事実を告げられる。ザネリが川へ落ち、それを助けようとカムパネルラが飛び込んだこと、そしてカムパネルラはそのまま水の中へ消えてしまったことを。人々の輪の中にカムパネルラの父親である博士が懐中時計を握りしめ静かに立っていた。やがて彼はもうダメです。落ちてから45分経ちましたからときっぱりと告げた。博士はジョバンニに優しく語りかけ、
まだ帰らないジョバンニの父からの頼りが届いていることを教えてくれる。ジョバンニは博士に深く頭を下げると、かかとを返して走り出した。牛乳瓶を胸に抱きしめ、母の待つ家へ。友の死という耐え難い現実と、本当の幸いという永遠の問いをその小さな胸に抱えながら、彼の頭上では夢で旅した天の川が地上の川面にその大きな姿を映し、ただ静かにどこまでもどこまでもと流れていた。支配人ルイの後書き。あなたの銀河鉄道はどこへ向かうのか。宮沢賢治が残したこの物語は単に幻想的な冒険を書いたものではありません。これは私たちの魂の根源を揺さぶり、普遍的な問いを投げかける深遠な思索の旅でもあるのです。本当の幸いとは一体何だろうか。作中でジョバンニとカムパネルラが交わしたこの言葉は、時代という壁を越え今を生きる私たち一人一人の胸に深く響きます。物語の核心に横たわるのは自己犠牲というテーマです。友を救うためにその身を捧げたカムパネルラ、他者のために祈りとともに沈んでいった人々、そして自らを燃やし尽くすことで暗闇を照らすサソリの火。宮沢賢治は誰かの幸福のために自らを犠牲にするという行為の崇高さを透き通るような筆致で描き出します。けれども宮沢賢治はそれを唯一絶対の答えとして提示するわけではありません。なぜなら一つの尊い選択は時として誰かにとって耐え難いほどの喪失を伴うという厳粛な事実からも目を背けていないからです。同時にこの物語は孤独の中にいる者へ向けられた静かで優しい応援歌のようにも聞こえます。社会の片隅で悲しみを胸に生きるジョバンニの姿は現代を生きる私たちの心の金銭に触れ、切ないほどの共感を呼び起こします。それでも少年は銀河をめぐる幻想的な旅を通してさまざまな魂の在り方に触れ、友と固い約束を交わします。その経験が孤独に凍えていた彼に厳しい現実と向き合い、未来へ一歩を踏み出すための静かな勇気を与えてくれるのです。銀河鉄道の夜は読者である私たちに静かに問いかけます。あなたの人生という列車は今どこへ向かっているのでしょうか。あなたは誰と共にその旅を続けたいと願うのでしょうか。そしてその長い旅路の果てにどのような本当の幸いを見つけ出したいのでしょうか。その答えは初めから物語の中に用意されているわけではありません。私たち一人一人が自らの人生という名の旅の中で探し求めていくべきものなのかもしれません。いかがでしたでしょうか。宮沢賢治が紡いだ銀河鉄道の夜は読むたびに新たな発見があり、人生のさまざまな段階で異なる響き方をする深く、そして優しい物語です。変化の激しい現代だからこそ、この物語が静かに語りかける本当の幸いというメッセージは私たちの心の道しるべとなるかもしれません。あなたにとってこの物語で描かれる本当の幸いとはどのような意味を持つでしょうか。そしてこの物語からどのような光を受け取りましたか。よろしければぜひコメント欄であなたの感想や思いをお聞かせください。もしまだこの物語を手に取ったことがないという方はぜひ一度読んでみてください。きっとあなたの心に深く響く何かが見つかるはずです。すでに読んだことがある方も大人になった今再読することでかつては見えなかった宝物のような言葉に出会えるかもしれません。大人の童話シアターではこれからも時代を超えて人々の心を魅了する物語の中から大人になった今だからこそ深く心に響く珠玉の作品をお届けしてまいります。ぜひチャンネル登録をしていただけましたら大変励みになります。それではまた次回の物語でお目にかかれることを心より楽しみにしております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。